皆さんこんにちは、さちこです。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。私はよく日本語の勉強にいい漫画を教えてくださいって言われることがよくあります。それで今までビギナーにいい漫画をこのチャンネルで2つ紹介しました。1つは、こちら白熊カフェです。そして、もう一つは、こちらの、特別じゃない日です。この2つはですね、本当におすすめなので、ビギナーの皆さんにはこちらのビデオを、ぜひ見てほしいんですが、2つとも、ビギナーの漫画なので、話がすごくシンプルです。この2つよりももっと難しくても大丈夫だという人、教科書の文法がだいたいわかる JLPT N3 レベルくらいの人、そういった中級の人にいい漫画を紹介したいと思っています。私は中級の生徒さんとこの漫画を一緒に読んだりしていますが、読んだ人がみんな面白いって言った漫画です。その漫画の名前はこちら、はい、見えますか？はい、こちらはおじさんは可愛いものがお好きです。2冊だけ持ってきたんですけど、いつもは漫画はスマホで読んでいます。2025年の、現在は11巻まで出ています。そして2020年にはドラマにもなりました。私はいつかアニメも始まるんじゃないかなって予想してます。それぐらい面白い漫画です。漫画家のつとむさんはいつもは、BL ボーイズラブの漫画を描いている人ですが、これは、BL じゃないです。絵はちょっと、女の人が好きなテイストかなと思います。今日はこの漫画がどんな漫画か、どんな人におすすめか、そしてどうして日本語の勉強におすすめなのかを紹介します。中級の皆さんはぜひ最後まで聞いてください。あらすじ。主人公はこの40歳のかっこいいおじさん、最近の言葉で言うとイケおじと言いますが、おじ光隆です。彼は可愛いキャラクターが大好きで、特にこのパグ太郎という、子供が大好きなキャラクターが大好き。しかしそのことを他の人には隠して生活をしています。ある日、大学に入った甥と一緒に住むことになり、可愛いものが好きだとバレるような、ピンチが何度もやってきます。彼は大好きな趣味を隠し続けることができるのか。おじさんのスリリングな生活が始まりますというストーリーなんですけど、どうですか？もう面白そうだなと思いましたか？簡単に言うとキャラクターオタクの日常を描いた漫画です。このタイトルですね、おじさんはってありますが、このおじさんには、3つの意味があります。一つは、名字のおじ、あとの2つは皆さん分かりますか？両親の兄弟のおじ、そしてミドルエイジ、中年のおじさんです。ここからはこの漫画のおすすめポイントを、4つ紹介します。おすすめポイント1、日本のキャラクター文化、推しの文化がわかる。この漫画のテーマは推しの文化です。皆さんは推しという言葉を聞いたことがありますか？推しは大好きなキャラクターや大好きな、みんなが知っているような有名人のことです。アニメキャラクターでもゲームキャラクターでもこの言葉を使いますし、アイドルや歌手、バンドなどの有名人にもこの言葉を使います。推しのためならグッズを買う、コンサートに行く、イベントに行く、
それぐらい応援したい人、それが推しです。推しの文化は、古くて、江戸時代には歌舞伎などでもこの文化がすでにありましたが、推しという言葉は2000年より後に出てきた言葉です。今はこの言葉を聞かない日はないくらい毎日見たり聞いたりする言葉です。特に SNS にはよく出てきます。教科書には全然出てこないんですが、絶対に覚えてほしい言葉の一つです。このチャンネルを見ている皆さんはアニメや漫画が好きな人が多いですから、推しがいる人はたくさんいると思います。日本にはたくさんのキャラクターがいて、グッズを買う人もたくさんいます。それからアイドルや歌手のコンサート、イベントに行って推しを応援する人も多いです。これらは日本の文化の特徴の一つだと思います。この推しの文化がわかるのがこの漫画です。主人公のおじさんはこの、パグ太郎グッズをたくさん買ったり、キャラクターカフェに行ったり、イベントに行ったり、こういうアクティビティを推し活っていうんですが、これを誰にも気づかれないように推し活して、大変な仕事があっても推しのパグ太郎から元気をもらったり癒してもらったりと楽しく生活をしています。私の場合はこの、ゴールデンカムイという、漫画のファンで、この主人公の、杉本佐一が私の推しです。杉本のグッズを集めたり、それから、聖地巡礼、これは漫画のロケーションに使われた場所に行くことですが、東京から北海道や愛知県に行ったり、イベントに行ったり、映画を見たりして、これが私の推し活です。皆さんにもそんな応援したいキャラがいますか？いる人は漫画を読めば絶対に楽しいはずですし、日本のキャラクター文化、推しの文化もさらに理解できると思います。おすすめポイント2、日常会話、ビジネス会話、オタクの会話のバランスがいい。主人公のおじさんはサラリーマンです。会社でのシーンも多いので、ビジネスで使うフレーズがたくさん出てきます。結構難しいものも多いんですが、すごく自然でよくビジネスで聞く単語フレーズが多いです。出張で使う言葉も出てきますし、部下のセリフでは敬語もたくさん出てきます。仕事の漫画ではないんですが、日本で仕事をしている人にもいい本だと思います。そして老いと生活しているので、家族で話す日常会話も多く出てきます。ここまでなら普通の日常生活を描いた漫画と同じですが、この漫画ではさらにオタクボキャブラリーが追加されます。例えば最近こういうカバンを秋葉原や渋谷、池袋などで若い女の子が持っているのを見ますが、皆さん何ていう名前か知ってますか？このカバン。このチャンネルを見ている人なら持っている人もいるかもしれませんね。このカバンの名前は板バッグって言うんですけど、これが漫画にも出てきます。それから、おじさんにキャラクターオタクの友達ができるんですが、漫画の2巻からは彼らのオタクの会話もたくさん出てきます。日常会話、ビジネス会話、そしてオタクの会話、これらの会話をバランスよく楽しく勉強できるのがこの本のいいところだと思います。おすすめポイント3、振り仮名がついているので読みやすい。この漫画には全部の漢字に振り仮名がついています。ちょっと見せますね。はい、少しですが、こんな感じでですね、振り仮名がついているので、これはあまり漢字が読めない人にとって、とても助かることです。
他のおすすめ漫画のビデオでもお話ししていることですが、普通大人が読む漫画は人の名前や町の名前くらいにしか振り仮名はついていません。日本人は6歳から15歳の間に2000文字以上の漢字を勉強しますから、日本の大人が知っている2000の漢字には振り仮名がついていないんです。今回紹介したこちらの漫画はターゲットが大人の漫画ですから、普通ついていないんですが、でもこちらは振り仮名がついているということで、とてもありがたいですね。もしこの漫画に振り仮名がついていなかったら、私はこの漫画を上級者の漫画だと紹介したと思います。2000字以上読めると大人の日本人が読むもの大体読めるようになります。日本人が読むものを読みたいという人は頑張って漢字を覚えてステップアップしてください。おすすめポイント4、 YouTube のボイスコミックで試しに読める。私がこの漫画を知ったきっかけになったことは YouTube のボイスコミックでした。ボイスコミックというのは漫画を声優さんが読んでくれて、音や音楽もついている漫画のことです。こちらの、ブックライブ公式の YouTube チャンネルから、おじさんは可愛いものがお好きの漫画を2つ見ることができます。この2つのエピソードがすごく面白くてすぐにファンになってしまいました。特にパグ太郎カフェに行くエピソードはすごい個性的なオタクが出てきて楽しすぎて声を出して笑ってしまいました。しかもすごいことに声優の津田健次郎さんがこの漫画のおじさんの声を担当しています。津田さんといえば呪術廻戦の七海建人など有名なアニメにたくさん出ていて、本人もとってもかっこいいイケオジなんですけど、プロの声優さんの発音を聞きながら漫画を読めるのは本当に最高です。下に、ボイスコミックの URL を載せますので、まずこのビデオを見てから面白いと思ったら漫画を買うことをおすすめします。ということで今日はおじさんは可愛いものがお好きを、紹介してみました。どうでしたか？この本は大好きな漫画で、特に推しがいる人、何か好きなものがある人に読んでほしい漫画です。主人公のおじさんは自分が好きなこと、好きなものを隠して生活している人です。私もアニメオタクだということがとても恥ずかしくて、オタクの友達以外には全然アニメが好きだと言えませんでした。オタクを隠すのが嫌になって漫画を全部捨ててアニメも10年見ないで生活したこともありました。今はもう戻っていますけど、ですから自分がオタクだとバレないようにいつも緊張しながら生活をするこのおじさんの気持ちがすごくよくわかりました。この本を読んでいるとわかる同じだって思うことがたくさんあってすごく共感できるいい本でした。もし私と同じ気持ちの人がいたら本当におすすめです。ぜひ読んでみてください。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。もっと日本のアニメや漫画を読んだり見たり楽しめたりできるようにお手伝いできたら嬉しいです。それではまた。